今回の動画では改めてベイルトン GP5 をチョコレートプラスで動かしていきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。前に作ったベイルトン GP5 とチョコレートプラスの接続についての動画は今見返してみると丁寧な説明が足りてなかったなと思いました。なので改めて詳しく説明していきます。今日のメニューはこちらです。それでは行ってみましょう。 GP5 はこんなにコンパクトなのに機能豊富で音もいいということで大人気ですが、小さすぎるゆえに操作性が犠牲になっています。ライブ中にパッチを切り替えようとしてたった一つのスイッチで操作したり、またはしゃがんでつまみを回したりしてませんか？それチョコレートプラスで解決できます。小型である利便性を確保したままフットスイッチを増設するということをやっていきます。これで一気に立って演奏する時の操作性が向上します。今回狙うのはこういう使い方です。本体はサウンドを作成するブレインとして、本体のスイッチはチューナー起動や CTL 機能として使います。チョコレートプラスはサウンドを制御する手足として、フットスイッチではパッチの切り替えや個別モジュールのオンオフ、さらにはエクスプレッションペダルをつないでパッチボリュームを制御することを考えています。接続の仕方を説明していきます。 GP5 とチョコレートプラスは USB ケーブルでつなぎます。あとは GP5 の電源ですが、ここでは 9V をつないでおきます。ここがポイントなんですけど、実はこれだけだとうまく動かなくて、チョコレートプラスに対して USB-C での電源供給が必要です。理由は、今回チョコプラをホストモードで動作させるんですけど、チョコプラの使用上 USB ホストモードで使用する際は外部電源の入力が必須とされています。海外のレビュー動画でここをつないでおらずに、その通りにつないだけど動かないってコメントがついた動画を見たことがあります。チョコレートプラスはホスト動作の時に電源供給が必要です。大事なことなのでもう一度言いますね。チョコレートプラスには USB ケーブルが2本つながります。さらにこれは必須じゃないですが、チョコレートプラスとエクスプレッションペダルを TRS ケーブルでつなぎます。なので全体像としてはこんな風に、チョコプラと GP5 の USB ミディ接続、チョコプラへの USB 電源供給、必要に応じてチョコプラとペダルを TRS 接続という具合に3本のケーブルを使います。設定ですが、 GP5 には特に設定はありません。マニュアルに記載されている MIDI コントロール情報を手元に置いておくと便利です。それではチョコプラの方の設定をしていきます。設定は設定アプリのキューブスイートを使っていきます。フットコントロールプラスという名前でチョコプラが見えるので、スマートフォンと Bluetooth で接続します。動作モードとしてアドバンストカスタムモードを選びます。これを選ぶと任意のフットスイッチにミディメッセージを自由に設定できます。パッチを直接呼び出すようにするにはモードをシングルステップにして CC ナンバー0で直接呼び出すパッチナンバーを入れます。エフェクトモジュールのオンオフをする場合は、シングルステップ、スイッチビトウィン2バンクスを選び、A バンクと B バンクにそれぞれのモジュールのオンの CC とオフの CC を入れます。GP5 の MIDI 実装表を見ると、ディストーションのオンオフは50番と決まっています。他のエフェクトも番号が決まっているので、表を見ながら設定しましょう。今回はディストーションの設定をしてみます。オンは CC ナンバー50に127、オフは CC ナンバー50に0を設定します。しかも一つのスイッチに CC を複数設定することもできるので、例えばディレイとリバーブをまとめてオンオフするといったことも可能です。
あとエクスプレッションペダルをつないだので、キューブスイートのこの部分からペダルを選択します。何を変化させるか設定できるので、ここでは CC ナンバー7のパッチボリュームを選び、0から100までにしておきます。ここの可変幅は使い方に合わせて70から100にするなど試すのもありです。では実際の動きで先ほど設定した通りの動きか見ていってみましょう。まずはパッチナンバーの呼び出しですね。個別モジュールのオンオフも確認していきます。これでディストーション、モジュール、ディレイ、リバーブなどオンオフしてみます。ペダルの挙動はこんな感じで、最後にまとめと注意点です。もう一度接続図を見ながら注意点を確認していきましょう。もしうまくいかなかったらこの辺りを確認してください。まず接続が間違えていないか、特に忘れがちなのが充電用の USB ケーブルです。ここをモバイルバッテリーで給電する場合に、ものによっては使っている途中で出力が止まるものもあります。低電流でも出力を固定できるものを使うか、またはおとなしくアダプターなどから電源を取ってください。次にチョコプラのスイッチが U じゃなくて H になっているかを確認してください。U 側だとホスト動作にならないのでうまくいきません。あとはチョコプラと GP5 の間の USB ケーブルがデータ通信可能なものを使っているかを確認してください。充電専用ケーブルも世の中にはあるので、一度接続実績があるケーブルには印をつけて区別しておくと良いと思います。あと GP5 やチョコプラのファーム、アプリのキューブスイートは最新のものを使ってください。それでもダメな場合はもう一度動画に出てくる設定を確認してください。はい、今回の動画はここまでとなります。MIDI でつないだ機器が思い通りに動くのって楽しいですよね。ぜひ皆さんも自分流の使いこなし方を見つけてください。皆さんはチョコプラにどんな機能を割り当てていますか？私はタップテンポに使ってるよなどのアイデアがあればぜひコメント欄で教えてください。みんなで最強の GP5 ボードを作りましょう。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。